皆さんこんにちは、坪田ラボご機嫌 TV にようこそ。心から歓迎します。今日はですね、第2回の坪ラボ学会っていうのが開かれましたので、なんかおかしいですよね。坪ラボ学会って何かと、その話をしたいと思います。坪田ラボ学会っていうのはね、坪ラボ学会って言ってるんですが、今22名の共同研究者の方がいて、坪ラボって言ってるけど実はラボレスなんですよね。ラボがない。よくファブレスって言いますよね。会社がないけど作ってる。例えばアップルみたいに坪田ラボも実は研究室ないのに研究してる。それは22名の研究者がいるおかげなんですが、その人たちを一堂に会してみんなの情報交換をし、仲良くなって、前に進んでいこうという学会で、これ第1回をですね、去年の11月21日にやりまして、これがその時の写真ですけども、この時は共同パートナーのジンズさんの、ところを無料で貸していただいて使いました。で、今年は第2回、青山のオルクドールっていう場所でですね、やりました。で、ちょっとプログラムちっちゃいんですけども、これ中結構コンフィデンシャルのところもあるんで全部はお話できないんですが、そこで、僕が坪ラボ学会で話したことをちょっとここで話をしたいと思います。これね、自分の本当のスライドです。で、坪田ラボはこういうのですよっていうのを、みんな共同研究者の方にお伝えして、パーパス、何のためにあるの、これ視聴者の人も何回も聞かされちゃったかもしれませんが、ビジョナリーイノベーションで未来をご機嫌にすると、そういうね、未来ご機嫌っていうキーワードです。それから売上高と、こういう公表されている数字も研究者の人って会社やっぱりよく普通わからないわけですよ。どういうふうになってるのか。じゃあちゃんとこれ売上が上がってますよと、去年一時すごく赤字が出て大変だったけど、ちゃんとそれに対して、未来を見据えて今年は黒字の決算をしますよと、そういう安心感も持っていただきながらやっています。それから前にこれ YouTube でもお話しましたけど、クリックっていう慶応の中にね、慶應義塾の中に、こういうオフィスの中に移りましたよっていうようなことも話しました。で、ご機嫌っていうのはテーマなんで、ご機嫌についてもしっかりとこう話するんですが、僕が考えているご機嫌っていうのは2軸、縦軸がヘドニックハピネス、快楽主義的幸せですね。なんかシャンパン飲みたいとか、いいお家に住みたいとかね、給料を上げたいとか、それからもう一つ横軸が社会貢献、人のためにどんだけ役に立ってるか。この2つがないとやっぱり幸せとは感じない。それから生物学的に言うと、縦軸は個人の保存の保存というか生存確率を最大化する。で、横軸は人類の、人類だけじゃなくて、もしかしたら遺伝子、僕たち他の生命とも共有してるから生命のって言ってもいいかもしれませんが、そういう人類生命の生存確率を最大化する。その2つやった時にやっぱり幸せになる。で、坪田ラボもですね、実は CSVK、 これどっかで話したっけな、これマイケル・ポーターっていう方が提案した会社のストラテジー、会社のね戦略っていうのはいっぱいあるんですけど、これクリエイティングシェアドバリューつって、僕は最も冴えてる経営方針かなと思ってまして、僕の大学院、MBA のテーマも CSVK でした。これは何かっていうと、縦軸が期待収益率だから、やっぱり儲けようぜ、ちゃんとお金稼ごうぜっていうのが縦軸。これによって会社の生存確率が最大化されます。それからでもいくら儲けたって何のお役にも立ってないんじゃ、それはしょうがないだろうと。前ね、そういう考え方もあったんですよね。儲かってれば儲かればいいんだと。その会社というのは税金払ってればいいんだっていう考えがありましたけど、やっぱり僕はそう思ってなくて、横軸、経済社会環境上の効果、これをイダイモニックハピネスと考えまして、やっぱり会社は何かお役に立たなきゃ意味がないと。
だからそれは僕たちで言うと近視を治したりとかうつ病を治したりとかドライアイを治したりすることですね。さてご機嫌調査っていうのをやってまして、これ2018年の我々のメンバーなんだけど、青がね確か2月で赤が8月ですけど、平均すると 70% だったんですね。今年も実はやろうと思っておりまして、最終的には研究の形で発表していきたいと考えています。ですからこれが上がれば上がるほど我々は社会貢献も上がるし売上も上がると、そう考えている。でご機嫌っていうのは実は今までの研究ですごく幸福感の高い社員は創造性が高いよとかね、辞めないよとかね、こういう研究いっぱいありますし、これ今書いてありますけど、これ全部論文があるんですよ。研究があるんですよ。例えばご機嫌な社員は求められた以上の仕事をする。面白いですよねこれね。だから待ちの姿勢じゃないってこと。ご機嫌だから何かやっちゃったりする、こういうことでご機嫌を大切にしています。で一つね面白い論文もねその時に紹介しました。これは僕の、尊敬するダニエル・カーネマン、この人はノーベル賞を取りました。経済学でノーベル賞を取ったんだけど、経済学をその幸せの学問に持ってきた人なんですよ。で「Would you be happier if you're richer?」っていうのはこれはサイエンスに載った論文なの。フォーカスシングエロージンについてはちょっと時間かかるんで今日は省きますけど、何かっていうと実際に例えばハウスホールドインカム一番上ね、年収が2万ドル人と10万ドル以上の人ではどのぐらい幸せが違いますかとか、違うんですよ。やっぱり10万ドル以上の方が幸せ。それから女性で2番目ね、40歳以上で結婚してると結婚してないとどっちが幸せか。これ予想はですね、結婚してる人の方がずっと幸せだって予想はしたの。だからこれプレディクションっていうのは予想そうだったんですが、実は、結婚してない人の方が幸せ度が高いということが分かりました。この数字はね実は幸せじゃなくて不幸せと思うバッドムードの、割合を示してんで、低い方がいいんですね。面白くないですか。だからシングルの人の方がバッドムードが少ない。それから3番目がスーパーバイザーっつって、その上司がもう細かいやつだと不幸せになりやすいとか、それからフリンジベネフィットって言って、そのヘルスケアインシュアランスだから健康保険とかがちゃんとついてた方がいいでしょと。それ絶対ついた方がいいと思うんだけどそんなに影響なかったとかね、そういうような話で、この辺のところはこれ何回か言いましたけど、12月1日に僕が会長を務めます日本ポジティブサイコロジー学会、これ一般の方も申し込めます。会費5000円、懇親会でシャンパン飲めますっていう、会ですから、ぜひ来てほしいと思うんですが、ここでですね一番の目玉はこれペンシルバニア大学のマティー・キリングウォースね、これマニー&ハピネス The Final Conclusion、 これ実はさっきのダニエル・カーネマンと一緒に共著でプロシーディング・オブ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンスに書いてんだけど、お金を持つとどうなると思います？幸せになると思う。実は幸せにもなるんだけどマインドセットによっては不幸せにもなるし、幸せが頭打ちになる人もいれば頭打ちにならずにお金があればあるほど幸せになる人もいる。この辺の話が聞けますので非常に興味深いですよね。いやお金持ってても不幸せな人ってだからいっぱいいるわけで、この辺は我々が本当に興味持っているところだと思います。ということでこれ最後のスライドになるんですけど、おかげさまで坪田ラボも少しずつ成長してますよっていうのを坪田ラボ学会で、その22名の共同研究者の方にお伝えしました。そして世界の課題である近視、ドライアイ、うつ、パーキンソン、認知症、こういうものをちゃんと治していきたいなと、先ほどの CSVK でいうと横軸ですよね、
うちの会社はどういう社会貢献をするのか、これをぜひやりたいと。でそれを通してうちの会社のパーパスである未来をご機嫌にすると、これをやっていきたいと考えています。ということで第2回のつぼラボ学会のご報告をさせていただきました。ご清聴大変ありがとうございました。